日本史の闇、坂本龍馬暗殺の黒幕、死の商人に売られた英雄の真実。慶応3年11月15日、京都、大宮。日本近代化の象徴であり、国民的英雄である坂本龍馬は、ここで33歳の短い生涯を閉じました。実行犯は京都見回り組か、それとも新選組の残党か。しかし、現場に残された不可解な状況証拠、そして何より龍馬の死によって莫大な利益を得た存在をたどっていくと、歴史の教科書が決して触れない恐ろしい真実が浮かび上がってきます。龍馬は時代の先駆者だったから殺されたのではありません。死の商人にとって用済みになったから消されたのです。今回は明治維新という巨大ビジネスの裏側と、英雄をエージェントへと変えた悪魔の契約、そして今も日本を蝕む売国の構造の正体を暴きます。第1章、明治維新の影のスポンサー。幕末、薩摩や長州といった倒幕派に当時最新鋭のミニ英銃や蒸気船を供給していた謎の男がいます。長崎の英国商人トーマス・グラバー。彼は単なる一商人ではありませんでした。その背後には大英帝国の巨大資本ジャーディン・マセソン商会の影がありました。当時欧州列強にとって日本は絶好の片落ち兵器の処分場でした。幕府と倒幕派両方に武器を売りつけ、日本国内で内戦を起こさせる。国力が疲弊し、双方が借金漬けになったところで植民地として果実を収穫する。これが彼らがアジア全域で行ってきた常套手段でした。龍馬はその武器取引を円滑に進めるための優秀な仲介役としてグラバーに重宝されていたに過ぎなかったのです。第2章、なぜ龍馬は死の商人に近づいたのか。ここで一つの疑問が浮かびます。なぜ国を思う龍馬がこれほどまでに怪しげな外国資本に深く関わったのか。そこには若き志士が陥った冷徹なリアリズムの罠がありました。龍馬は勝海舟から世界情勢を学び痛感していました。精神論や刀の時代は終わった。日本が独立を守るには圧倒的な軍事力が必要だと。しかし一介の脱藩浪士に過ぎない龍馬には軍艦一隻買う資金もコネもありません。そこで彼は最先端の武器を持つ英国商人に目をつけました。日本の自立のために外国の力を利用してやる。龍馬はそう信じていました。しかしこれこそが悪魔の契約の始まりだったのです。亀山社中後の海援隊という商社を運営するための資金、そして薩長に流す武器の代金、これらをグラバーから付け信用借りで引き出した瞬間、龍馬は独立した志士から外資の意向を無視できない代理人エージェントへと変貌してしまったのです。金を出させる者は口も出す。この冷徹な真理は160年前も今も変わりません。第3章、龍馬が描いた誰も得をしない理想。しかし
龍馬はブラバーたちの想定を超えて動き始めます。彼が提唱した大政奉還と戦中八策、これは徳川幕府が平和的に政権を朝廷に返し、戦争を回避して挙国一致の新政府を作るという構想でした。もしこれが実現すれば、日本で大規模な内戦は起きません。内戦が起きなければ、英国が在庫処分として用意していた数万丁の銃も巨大な軍艦も全て売れ残ってしまいます。龍馬の平和的な革命は、死の商人たちにとって巨額の利益を台無しにする最悪の営業妨害だったのです。第4章、用済みになった英雄。薩長同盟を成立させ、討幕の枠組みを完成させた時点で、グラバーたちにとっての龍馬の役割は終わっていました。むしろこれ以上龍馬が主導権を握り、日本が独自の経済圏を築くことは列強の利権を脅かす邪魔な障壁でしかありませんでした。戦争を回避しようとする朝鮮役は、戦争をビジネスにする勢力にとって真っ先に排除すべきターゲットへと変わっていきました。龍馬が暗殺されたのは、皮肉にも彼が最も理想に近づき、そして最も国際資本の利益を損なおうとした瞬間だったのです。第5章、大宮事件の不自然な空白。暗殺当日、龍馬の周囲は不自然なほど無防備でした。常に命を狙われ、警戒を怠らなかった彼が、なぜあの日容易に死角の侵入を許したのか。また現場に残された鞘などの証拠品があまりに新選組の犯行であることを強調しすぎていた点も、プロによる偽装工作の疑いを強くさせます。実行犯が誰であれ、その背後で龍馬の居場所をリークし、警護を意図的に解かせ、暗殺の舞台を完璧に整えた黒幕がいる。それは龍馬の身近にいた味方の中に、すでに国際資本の意向を組み、自らの出世を約束された者がいたことを示唆しています。龍馬は外部の敵に殺されたのではなく、内部に潜む売国の目によって摘み取られたのです。第6章、明治政府に引き継がれた闇。龍馬の死後、明治政府の中枢に座ったのは誰だったか。その多くはグラバーから直接的、間接的な支援を受け、外資の論理を理解した人物たちでした。彼らは近代化の名のもとに、日本の重要なインフラや資源を事実上外資に開放し、莫大な富を国外へ流出させる片棒を担ぐことになります。これは400年前の日本人奴隷貿易から、この幕末の暗殺劇、そしてその後の歴史へと一貫して流れる闇です。真に国を思う英雄が消され、外部勢力の意向に従う代理人が国を動かすシステム。この構造こそが日本史の真相に横たわる呪縛の正体なのです。最終章、現代に続く売国の構造。さて、この物語は本当に150年以上前の遠い過去の出来事でしょうか。現代の日本をもう一度見渡してみてください。
重要なライフラインの売却、安易な移民政策の推進、そして国民の富が吸い上げられるような数々の法改正。坂本龍馬を用済みとして消し足しの商人の影は現代では名前を変え、スーツを着て、あるいは国際協力という美しい言葉をまとって私たちのすぐそばに潜んでいます。龍馬が犯した唯一のミスは日本のために外資を利用するという己の知略を過信し、資本という怪物に飲み込まれたことでした。私たちが龍馬の死から学ぶべきことは単なる英雄譚ではありません。今誰がその政策で利益を得ているのか、その背後にいるスポンサーは誰かという冷静な視点です。歴史の真実を知ること、それが160年前から続く売国の構造から抜け出す唯一の道なのかもしれません。